J'aime le matin, c'est si frais ma maman. はい、まずお湯を沸かします。せいろを15分ぐらい温めておきます。次、エビを2等分にして、一部はみじん切りにします。よし、このぐらいで OK です。はい、器に移します。残りのエビを、大きめに大雑把に切ります。このぐらいの大きさで OK です。はい、全部切りましたら器に移します。そしてエビを下味をつけます。まず塩、胡椒、そして片栗粉、ネギ油、ごま油、and ネギ。青ネギを入れましたら軽く混ぜ合わせます。はい、ここで、昆布だしを少し入れます。はい、混ぜ混ぜ。最後は油を少し入れて味を締め付けます。はい、これで OK です。Next、ライスペーパーを4等分に切ります。3.5 枚分を使います。はい、こんな感じで切ります。よし。先ほど温めたせいろに、クッキングシートを敷きます。はい、こんな感じで OK です。お皿に軽く、油を引きます。そして先ほど切ったライスペーパーを2枚分をぬるま湯で柔らかくします。カサカサの面を下向きで、お皿に乗せます。2枚目のライスペーパーを、少し1枚目を重ねて乗せます。エビの具材を真ん中に置きます。そして4隅を包むように形を整えます。はい、こんな感じで、周りを少し押して、エビ餃子の形にします。はい、もう1個作ります。ぬるま湯で戻したライスペーパーを1枚乗せて、もう1枚目を少し重ねて乗せます。そしてエビの具材を真ん中に置き、4隅を包むように形を整えます。ライスペーパーで包んだら、ひっくり返して周りを少し押してエビ餃子の形にします。見てください。いい感じでしょう。では蒸していきます。はい、せいろをお湯の上に乗せて、中火で5分ぐらい蒸します。この合間にソースを作ります。お椀に醤油大さじ1、砂糖スティック1スティック、そしてクロス大さじ1、ごま油小さじ1、青ネギ小さじ1、そしてラー油小さじ1です。最後はお湯大さじ1を入れてスプーンで混ぜ合わせます。砂糖が溶かしたら OK です。はい、5分経ちました。見てください。じゃじゃーん、できました。おー、いい感じですよね。皆さんいかがでしょうか。このレシピが気に入ったらいいねとチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。ほほほほ、見てください。いい感じでしょう。もう美味しそうですね。はい、お皿に1個乗せます。タレを少し乗せて、そして、